じゃあ今回ねドットコン、挫折が終わりました。で終わった、次の日かまたその次の日、2日後3日後ぐらいに、今度ね穴開けの作業をやっていきます。今回ね穴開けを紹介します。ドットコンがグッドデザイン賞2023を受賞しました。水害のない未来へ、水勾配のいらないただ一つのコンクリート解説動画パートに穴開け仕上げ編。穴の位置がこうやってね、出てるんですけど、やっぱコンクリートの厚みがもうちょっと蓋の上にかぶっちゃうと分かりづらいところもあるんで、仕上げ部分叩いちゃうといけないんで、印をして、穴を確実に打ち抜いていきます。ちょっと分かりにくい打ち合わせをね。よし、分かんないなーってとこあると思うんだけどね、こうやってね当ててみると意外と浮き出てくるおおいるみたいななんとなくだけど。でハンマーはね鉄製だと、間違えて叩いた時にね仕上げ部分壊しちゃうから、こういうゴム製のハンマー、ゴムでも重たいようなやつがいいかなと思う。そんな力いらない。全然100平米ぐらい、これぐらいは一人で十分1日で終わると思います。もうあと黙々とね慌てることないからね。コンクリートの挫折ってのはね結構慌てるんだけどね、結構固まっちゃうからさ。これね硬いとこもあるんだね。コンクリートは要は厚み持っちゃうとちょっと硬いとこが出てくる。本当に今俺このやり方でやってるけど、本当に職人さんによってはもっといいやり方多分どんどんこれから出てくると思う。3つ同時にポーンって打ち抜いたりとかね、そういうのもできるようになってくるんじゃないかなこれから。望ましい天気とか湿度の状況ってあるんですか？いや仕上げは特に、機械使うから雨降ってない方がいいかなと思うけどね。あとね機械使うよ。ここ作った重いな。やっぱまず売れるんじゃないかなって思ったところだよねやっぱりね。また水害も多いじゃん。自分家がさ台風で流されちゃったんだって。それで自分家が水害の原因にならないようにって言って考えてくれて、こうやってドットコンもね採用してくれてやってきてくれた人がいたよ。自分家はじゃあ道路水流さないよって。やっぱそうやってどんどんこうやって道路に水流さないっていうのがね広まってくれば変わってくるもんがあるんじゃないかな。で説明しちゃおう。なんでこの現場がこのドットコン選ばれたかっていうと、これ見てわかる。これカメラ回して向こうほら。広いし一戸建ての駐車場とは違ってね、もう4倍5倍ぐらいあるでしょ。でここだけでも水勾配が取れないの、取りづらい。例えば道路に大体流すんだけれども、道路から建物までじゃあ上げます。そうすると多分大体 2% 以上勾配取らないといけない。長さに対して水たまりができないっていうね言われてる角度は 2% 以上。これ 2% 以上取ると多分この辺になっちゃう。ちょっとインターホンあたりまでなっちゃうに斜めにしていかなきゃならない。それじゃ使えないじゃないね。じゃあそうならないためにはどうするかって言ったら、細かく勾配取るの、いろんなところにねピントマス入れたり U 字工入れたりねしてこうやってぐっちゃぐちゃな勾配取りをしてやるような感じになっちゃう。そうするとやっぱものすごいお金がかかるよね。でもドットコンならそういう排水設備が不要になってくるから、それでドットコンがもうお客さんはもうドットコンがいいって。だからここが本当にすごいコストカットにはなった。建物に対して既存のバンっていうのがやっぱりあるわけなんだよね。これなんかでもここはほらもう建物がそもそもおかしかった。だってここガレージの入り口がこの高さなのよ。でも勝手口がこんな低いの。だから普通の路盤材使っちゃうとここに水が溜まってっちゃう。勝手口に水が入ってっちゃう。だからこういう設計上の問題っていうのもいろいろあってね。そうでも透水性の路盤だったら何も問題がない。ここねほら、ここも全面これ犬走りっていうんだよね。犬が走る場所なのかな、昔は分からないけれども。でこういった場所だとやっぱりああやって普通のコンクリートだと水が溜まっちゃう。苔が生えたりとかボウフラ湧いたりとかで、確か土とか砂利のままだと草がボーボーになってるね。普通にこうじゃ草生えないように全部コンクリートやるよってなると、やっぱりU 字工とか排水工とかやっぱ全面必要になってくる。
でもドットコンだったら普通にコンクリート入れる前にこれを引いてコンクリート入れれば水の浸透する路盤だから排水口もいらないし U 字口もいらない。こういうふうに水が溜まっちゃうんだけれども、どこだな、ここかな。ほら水がバーッと入っていくよ、ほらね、すごい勢いで入っていく。だからこの現場実はいろんな業者さんが断ってる、ものすごい高い見積もりで、はい、この現場での差額だけど200万円以上出てんじゃない、差額がね。ここは本当に大きいからね、ドットコンじゃなきゃいけない現場っていうのがもうこれから出てくるよね。本当に平らに施工できるコンクリート路盤っていうのはもうドットコンしかない。ポーラスコンクリートとかいろいろあるんだけれども、透水性のアスファルトとか結局施工されてるのを見ると結局勾配ついてるんだよね。やっぱり目詰まりの問題だったり透水率の問題だったり水は浸透するんだけどね、やっぱり本当に真っ平らっていうのは難しい、ドットコンならできるよっていう。でこれが世界初だよまあ本当にもっといろんな人に認知されて、はい、まあ本当いろんな場所で使われればなって思う。ビールうまくなるからね何頭筋もうここがパンパンになるよ。多分ね腕相撲強くなるんでじゃあ今ねこれで全部穴開けただけれども、この穴開けるとやっぱりこういう状態、これをねきれいにしていく、この専用のアタッチメントでディスクぐらいいんだ、これを使ってやっていきますよ。面を取るっていう感じでね、じゃあちょっとまあ実際見てもらおう。早いつけてない人いるんだけど、これつけた方が安定してやりやすいかな。あ、なるほど。あとはまあこのちょっとこっちがほら縁が出てるじゃない。こっちの方から片側から当てていったりとかね、グーッと削っていったりとか、いきなりスーじゃなくてグーッと削ってやっていったりとか。あっという間ですね。パンパンパーンと。そんなに時間はかからないね。削る方はね、これを落として確認しながらね、やり忘れがあるなんか気持ちいいね。アタッチメント、まあ、もちろん消耗品なんでね、アタッチメントね、まあ、こうやって金属部分が出てきちゃう。そしたらまあ交換ですね。だいたい約100平米ぐらいはこれで穴開けできますね。まあ、もうちょっとなんでしょう、しっかり叩き落としてやればもっと長持ちする。ただ使い方ですからね。でだいぶ変わってくると思いますよ。うわー、終わったー。腰があら、やってないじゃんここ今日、約100平米、仕上げ作業から入りまして、まあ、穴開けからね一人でやってきましたけど、まあ、ちょっと疲れましたけど、一人でね100平米仕上げることは、8時から今3時ぐらい15時で一応終了。まあ、仕上げの人気とかね、時間はこれぐらいを目安にちょっと考えてもらえればなと思います。あとずっと機械回しっぱなしでやっぱ熱持つんで、まあ、穴開けたら機械回すとか、まあ、交互に機械も休ませながらとか、あとずっとハンマーずっと今回やっちゃいましたけども、腕がパンパンなんでですね、まあ、交代でやったりとか、そういった工夫してやっていった方がいいかなと思いましたね。あとはちょっと専用のね、また穴開けるハンマーとかちょっといろいろ作っていきますんで、もっとねよりよくもっと簡単にドットコンが成功できるように考えていきます。今回ね仕上げの動画の方をちょっと今回、ご紹介しましたけど、シートの並べて、メッシュ引いてコンクリートを打つで、その日、コンクリートを仕上げるまでをちょっとまた動画アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね、ドットコンのねいろんな質問いただいてるんで、それにお答えする動画なんかもこれからやっていきますんで、ぜひよろしくお願いします。何やら俺な、何なんだ俺。
らこれ見て、ほらこのハンマーを作るわけよ。これでさボーンってやったってことはほらこれだけでも綺麗になるハンマー、こういうハンマーを作る。あ、なんか足でも足に装着するやつも思いついた。あねえ竹馬みたいなヒールみたいな感じでヒールみたいな。